Hello and welcome to Hanaka's Japanese. I'm Hana. Here I speak only Japanese about movies and culture. Turn on English subtitles if you need them. Let's switch to Japanese. こんにちは。今日も Hanaka's Japanese を聞いてくれてありがとうございます。今日は東京で私がしているリアルな一人暮らしの1週間の出費について話してみようと思います。私のフォロワーの中にはいつか日本に住みたいなとか、日本の生活どんな感じかなって思ってる人もいると思うので、20代一人暮らし東京どんな感じかイメージできればいいなと思ってこの内容を考えました。で、全然キラキラした生活じゃなくて本当に普通の1週間を選びました。で、2月の1週目に私がオーストラリアの旅行に行っていて、で、それから帰ってきて仕事に戻った2月の9日から15日までの1週間について正直に話します。でも東京ってわからないですよね。家賃がどれぐらいとか、ご飯とかカフェがいくらぐらいとか。だって、街の大きさで言ったら、ロンドンとかニューヨークとかと同じぐらい大きい街じゃないですか。でも東京って、日本ってすごい物価が世界と比べて安いし、日本円もどんどん落ちてきてるから、海外の人が日本に来たら安いと感じる人も多いかなと思うんですけど、自分の出身の国によるかもしれないんですけど、実際日本に住んでてどれぐらいなのかみんながイメージできて楽しんでもらえたらいいなと思います。で、私の状況なんですけど、まず、東京に今住んでて一人暮らしで28歳です。学生じゃなくて働いてます。働いてるんですけど、会社員じゃなくてフリーランスっていうか、日本語だと難しい言葉だと個人事業主なんですけど、自分で仕事をするので、毎日同じ時間に起きて会社に行くっていう生活じゃなくて、毎日ミーティングとか仕事の時間とか違うので、同じルーティン化した生活っていうよりかは、毎日今日はどんな日だっけっていう感じで変わっていくんですけど、そんなに飲みに行ったり飲み会とかもないので、基本自分一人で仕事して行く感じだから、結構シンプルな出費の説明になっちゃうんですけど、やっていきます。はい。じゃあ2月9日から15日。まず2月9日月曜日は、この日は普通の仕事の日だったので、
Amazon で2590円買い物してます。2月9日、何買ったか。D プログラムっていう化粧水スキンケアがあるんですけど、それを買いました。D プログラムの1650円の化粧水と、もう一つが2590円のピンク色の化粧水を買ってます。で、なんでかっていうと、あんまり私、肌荒れしないんですけど、オーストラリアから帰ってきて、やっぱり食べ物とか水が日本と違うので、すごい肌荒れしちゃって、で、知り合いの方から、この D プログラムの化粧水がめちゃくちゃいいって聞いて買いました。で、これ使ってから、本当に肌がもうニキビが消えて、すごい綺麗になっていったから、日本に来たらぜひみんな買ってください。おすすめです。ピンク色ですね。いろんなクリームとかモイスチャーとかあると思うんですけど、化粧水、英語でなんだろう。英語で化粧水は何ですかね。化粧水。化粧水がローション？ローションのピンク色のやつです。ドラッグストアとかでも売ってると思います。で、その後、また Amazon で6276円、スーパーで買い物してます。そう。今ね、これは、クレジットカードの履歴を見て、思い出しながら話してます。そう。私は一人暮らしで、1週間に1回ぐらい一気に買い物をするんですけど、重いじゃないですか。車がないから、基本的に Amazon でもうネットで一気に買い物するんですけど、その時のやつですね。そう。で、次が、また Amazon で1694円と1650円。これは2月10日。これは、マスカラを買ってます。デジャブっていうマスカラをネットで買ってる。あと、メイベリンのマスカラを2本も買ってますね。なんで2本買ったんだろうっけ。確か多分、デジャブのマスカラがすごい好きなんですけど、デジャブは、クレンジングで落としたらすぐ落ちるし、使いやすいんですけど、メイベリンの方がすごく伸びるんですよね。で、メイベリンはお出かけの日とか、ちょっと特別な日にいいなと思って買ったと思います。まだ使ってないんですけど、でも届いてます。はい。じゃあ次。で、私基本的にあんまり一人で外食しないから、レストラン行ったり、Uber Eats とかのお金が入ってないんですけど、はい。基本的に私は自分で料理してます。で、2月11日水曜日は、淡路町アルボール。これは、この日仕事で、ビジネスランチ、ビジネスミーティングというか、みんなでお昼ご飯を食べる時があったので、その時に、私が
払ってますね。3人分かな？ 3 人分4600円だったと思います。中国料理を食べたと思います。で、2月11日、楽天モバイル、スマートフォンですね。携帯代が4210円です。で、2月12日は何も買い物してなくて、2月13は、スターバックスカフェですね。カフェに行って3000円チャージしてます。そして、次は、イッチって発音合ってる ETSY で、イッチっていう海外の通販サイトがあると思うんですけど、そこで、部屋のラグを変えたくて、なんか麻みたいな茶色いラグが欲しくて、ネットで探してたら、このイッチのなんかインドのハンドメイドのお店にたどり着いて、そこからラグを買いました。18,189円です。2月13日に頼んで、この間、一昨日ぐらいに届いたので、2週間 ?1 週間ちょっとぐらいで届いてるから、早かったですね。しかもクオリティも良かったし、なんか日本でラグってちょっと高いじゃないですか。可愛いやつ買おうとしたら。だからすごい、気に入ってます。で、2月14日が440円。ダイソーで、なんか仕事に必要なものを買ったと思います。で、次、2月14日、Amazon で22,800円買い物してます。これは、また、部屋の中を今すごい変えたい気持ちがすごくて、新しい椅子を買いました。ちょっとウッド系の椅子を買って、2脚買ったので、脚はあれで、椅子の数え方カウンティング数え方が1脚2脚3脚っていう数え方するので、椅子が2つで2脚買いました。次、9460円。2月15日。9460円は、これは多分、エニタイムですね。ジムのお金だと思います。ちょっとこの名前が分かりづらくて忘れちゃったんだけど、なんかジムは本当に運動が嫌いなんですけど、1年前の2025年に、私が本当に体力がないって友達とか家族とか周りの人にすごい言われて、体力がなさすぎて、なんか怒られるっていうか、一緒に出かけても、私がすぐ、ああ、もう家に帰りたいとか、なんか、まあ、そんなはっきり言わないんですけど、まあ、家に帰ろうとか、なんか、あの、もうすぐカフェに入ろうとする。で、体力がないから、みんなにクレームが入っていて、ちょっとさすがにまだ20代でこんなに体力がないのはやばいなということで、去年1年前からジムに行き始めて1年続いてます。でもなんかエニタイムっていつでも行けるから、忙しくなると本当に行けなくて、だいたい1ヶ月に3回か4回で、めっちゃやる気がある時は
6回とか行く時もあるんですけど、だいたい3、4回しか行けてなくて、な高いなって思いながら、でも多分やめちゃったらもう本当に運動しなくなっちゃうので、まだ行かなきゃっていうのがあった方がいいかなと思って行ってます。で、マイバスケット438円。マイバスケットは東京にいっぱいあるコンビニみたいな、スーパーみたいな、なんとも言えない、なんか中途半端な中途半端って言ったらダメなんですけど、コンビニよりももっとスーパーみたいにいろんな調味料とか食べ物が売ってるお店なんですけど、マイバスケットで438円。なんかお惣菜を買ったと思います。で、次がネットフリックス890円。ネットフリックスもサブスクリプションで入ってます。そして最後はネイルですかね。いつも行ってるネイルのお店が近くにあって、で、そこのネイルのお姉さんと仲いいんですけど、そこで、6000円でした。6000円。だいたい東京はこういうなんかシンプルなワンカラーのネイルは5000円から7000円ぐらいだと思います。で、もっとデザインがいっぱい書いてあるネイルしたい人は8000円、9000円ぐらいするかもしれないんですけど、東京以外の街だったらもう少し安いかも。1000円、2000円ぐらい安いかもしれないですね。で、この1週間、2月9日から15日まで誰にも会ってない、仕事の人以外誰にも会ってない、本当につまらないっていうつまらないっていうか、本当に地味な1週間だったから、なんかみんなこういうのじゃなくて、もっと友達とご飯行った時の話とか聞きたいですよね。すいません。うーん、トータルでラグとか椅子とか買ったから、ちょっと高くなってると思うんですけど、この1週間は全然お金使ってないですね。そんな感じです。ちなみに、サラリーマンだったらもっと外食するのかなと思うんですよね。私は家で仕事してるから、あんまり人とも会わないし、自分で外に食べに行かないと誘われない、なんか一緒に先輩から飲みに行こうって、そういう飲み会とかもないし、自分で食べるしかないから、もうじゃあ自分一人だったら適当でいいかなと思っちゃって、作ったり、まあちょっとその辺で買ったりするんですけど、会社員だったら会社の同僚とか先輩とかと食べに行ったりするかなと思うので、本当だったらもっとみんな使ってるかもしれません。あとこの中に入ってないんですけど、毎日朝コーヒー飲むので、その分は入ってますね。でもこれはスーパー代に入ってるかな。毎日ドリップコーヒー飲むので、こんな感じです。あとは、まあ家賃とかもいろいろ気になると思うんですけど、ちょっとそういうのはまた
今度違うエピソードで話していきたいと思います。で、東京に住んでると、お昼ご飯だいたい2000円とか、1000円から2500円とか、おしゃれなところだとそれぐらいすると思うんですけど、東京より他の場所はもっと安いから、参考になるかわからないんですけど、それでも海外の大きい街と比べたらめちゃくちゃ安いと思います。でも、日本のお給料が安いじゃないですか。会社員だったら、日本のお給料ってもう10年、20年、30年前からほとんど変わってないくって、で、最近どんどんお給料上げていこうっていう時代が来てると思うんですけど、それでもまだ東京の時給っていくらかな？東京の最低賃金が1時間で1226円みたいなので、きっと他の国に行くと違うんだろうなって思います。それこそ2月の頭、オーストラリア行った時は、1時間のマッサージとかの方だったんですけど、1時間の時給が5000円って言ってたから、日本の4倍ぐらいは、4倍、5倍ぐらいあるのかなと思うので、そりゃ、家賃とかレストラン代も違うよなと思うんですけど、うん。でも私の感覚的に言うと、お給料とインカムね、入ってくるお金と出ていくお金、リビングコストのバランスで言うと、日本は悪くないんじゃないかなって思います。なんでかっていうと、ヨーロッパとか他の国に住んでいる友達は、あの、みんな20代、10代、20代の子は友達とフラットシェアしたりして節約してる人が多くて、で、相当頑張ってる人じゃないと一人暮らしが結構難しいって言ってたんですけど、日本は贅沢しな一人暮らしが贅沢なものっていうイメージはなくて、基本的にみんな一人暮らしできる上で、その上で服とかご飯とか何に使うかっていう感じだと思うので、なん一般的なそれなりに働いて生活していくって考えると、収入と支出のバランスは悪くないように社会が回ってるんじゃないかなとは思います。でもその中で、日本の中でそれでも東京はちょっと高いと思うから、考え方によると思うんですけど、私はそれでも東京楽しいし、いろんな、なんか世界観のお店があるので、刺激にもなって、やっぱりこういうのしたいなとか、それこそ日本語のアカウント作りたいなとか、今の私の仕事にもインスピレーションが絶対影響してるので、もし私が大学卒業の後に東京に引っ越ししないで、上京しないで関西に住んでたら、また全然違う28歳の生活をしてたんじゃないかなってよく思います。じゃあ、特別でもない、本当に普通の1週間の
しかもほとんど Amazon の出費の説明をしただけなんですけど、東京で暮らすことみんなは高いと思いますか？また、こういうリアルな生活の話も含めてしていきます。今日は聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。Thank you for listening. I will see you in the next episode. Bye bye.